やさん塾デビューをしたいと思います。まとめたいよ全部。それを持ってどうだ私はこんなんだって皆さんこんにちは。あやはやチャンネルのあやです。今日はこの動画実は前回の最強家庭教師の後に引き続き撮っております。最近あやさん勉強ですごく悩みがあります。何ですか？英語が全くできません。そうなんですよ。あやさんね、ワークとかをめちゃくちゃ人よりかやるんですよ。で、記憶力もそこそこあるようで、国語とか社会とか理科は困らないんですよ。数学は解けるんですけど、ケアレスミスがひどすぎるんですよ。で、英語に至ってはこの世が崩壊するって言ってね、もう徐々にね、悪い方向に向かってってます。じゃあ今あやさんどうやって勉強してるかと言ったら、チャレンジタッチと学校のワークだけでやってます。はい、塾というものには一切言っておりません。ただ今回の期末テスト見て本人がとうとう言いました。ママ、私英語だけでも塾行かないといけないかもしれないって。まあね、点数見て思いました。かもしれないママパパが教えられないんだったらもっとね、分かる人に教えてもらわないと多分ダメだと思うんですよ。ということであやさん塾デビューをしたいと思います。まだよ。はい、まだです。はい、正式にはまだです。あやさんが分かりやすいっていう勉強を教えてくれる教師さん、先生と巡り合えないと結局続けられないので、体験学習に行きたいと思います。で、あやさんの希望する教科は何ですか？英語数学で。はい、数学は分からないっていうよりかは応用問題の解き方を教えてもらえればなと思ってます。ただし緊急に必要かって言ったらそうでもはい、ケアレスミスさえなければそこそこいい点数取れてるんですよ。ケアレスミスさえなければなんですけど、英語はダメです。もう無理です。英語は何しても無理です。で、英語を教えてもらえる塾に行きたい。あと希望は近いところ。近いところ、それ大事ですね。親が送っていかないといけないんで近いところがありがたいです。あとは集団より個人の方がいい。はい、集団の授業っていうのは結局学校の授業と一緒なんで、聞きたいことが聞けない、うまくある程度分かってる人だったらためになるかもしれないですけど、あやさんはまず基礎なんで1対1もしくはかなりの少人数で教えてもらえる塾に行ってみたいという希望がありました。ママたち早速動きました。言ったその日はちょっと塾探しをして、翌日に無料体験学習ができるところを予約しました。予約した教室は2つ。そしたら昨日早速電話がありました。まず1件目 A っていうところから連絡がありました。そこはね、昼間と夕方に電話かけてきてくださったんですけど、そんな時間に取れるわけがないと親が。ただその後ご丁寧にメールでさらに言ってきてくださって、お日にちとかどうですかって来週分バーって出してくださったので、その中で早い時間帯を予約して昨日メール早速送りました。先ほどお返事返ってきております。マジ？はい、帰ってきました。早いね、ここね。私たちよりかやる気満々のねところです。早速授業に取り掛かるんじゃなくて、今あやさんの状況がどんなのかっていうのをちょっとお話ししたりとか、塾がこんな感じですよっていうのをお話しした上で体験学習をしてもらおうっていう話ですよね。はい、なので1時間まず親と一緒に行かないといけないので、もちろん何もいらんの。そうなんですよ。今ここに書いてあります。はい、その際1点お願いがございます。お子様に合った体験授業をご用意させていただくために。待ってで、あれテストを受けさせられる。違う、大丈夫、テストを受けません。まず現在の学習状況や成績をご確認させていただきこれ全部持ってくの。そのため恐れ入りますが、お子様の成績をご確認させていただけるもの定期テストの結果お手元にありましたらお持ちいただけないでしょうかっていう風にいただいております。なのでまとめたいよ全部。それを持ってどうだ私はこんなんだってひどいよ。渡してください。なんて言われると思う？
おーってどっちの意味？英語いやーママはおーやと思うよ。どういう意味のおー結構すごいな。結構で英語見たとなあー頑張ってます向こうの人から見たら多分学習方法が悪いのか覚えが悪いのかとかいろいろ見るポイントがあるんじゃないかなと思います。ね、暗記教科の理科と社会取れてるの覚えが悪いってことはないないと思うよ多分。だから覚えるコツが多分間違ってるんじゃないかなとママは思います、英語がなね、だって英単語さ覚えられるのにさ文法後覚えたら文章組めるじゃん。だからその文法と文法のつなぎがわからへんのやって言ったらでそれを私言われても英語わかんないってママたちの時代は教科書丸暗記でほぼ点数取れたから取れないの暗記じゃ0点やって暗記されてるはい、まあねそういうのでもろもろで脱線しましたが英語の塾探していますっていうことでちなみに2件さっき教室応募したって言ったじゃないですか。1件からは返事返ってきてません未だに。まだ何やっとんのいとこちゃんが行って成績が上がったっていう教室だったのね。だからちょっと期待してたのママ的には。パパもそこの教室を推しだったんだよね。なんだけどちょっとね返事が遅いので先にお返事をいただいたところに行っていきたいと思います。んだね。 GO! あやさんどう？うんドキドキワクワク？うん学習塾は初めてだもんね。塾っていう空間に入ったことない習字も塾なんだけどあれは塾らしい塾じゃなかったからね。もうみんなでワイワイやったねやっとったでね。シーンと静まり返って勉強している空間に入るのはあやさん初めてです。喋れる人だったらいいけどね、あやさん意外に人見知りだから喋んなくって会話が続くかどうかっていうのがちょっと心配ですママ。塾から帰ってきました。はいじゃああやさんにいろいろお聞きしたいんですけど、まず初めて塾に行きましたよね。塾の雰囲気はどうでした？静かでしたね、あやさんが行った時ってまだ人がほぼいなくってすっごく静かでした。想像と比べてどうでした？いや私がさ塾って言って想像するのはさ集団塾やったりさあーそっかそっか。個人塾はコーチの先生が前に立って「はい始めますよ」っていう学校みたいな感じを想像しとったんや。集団じゃなくて個人のを選んだらまあ想像と全然違うとびっくりしてました。じゃあ次の質問いきます。一番ね帰りの車の中でも盛り上がった話題です。塾に入ったら今後ね個人塾なのであやさんのペースで勉強していくことになるんだけど、その時に必要なのが今のあなたの学力どれだけありますかっていうことなんだよね。でそれを見るために一番最後のテストを持ってきてくださいって言いました。であやさんはもちろん全部ね歴代のテストファイリングして持ってきました。その時先生なんて言いましたか？おおそんなに丁寧にファイリングしてくる子はいなかったそうです今まで。なのでそれでまずびっくりしました。その後1枚目見ました。点数見てさっていいじゃんって言ったらね2枚目めくった時どうしたっていう感じになって、だけど2枚目っていうのは数学なんだよね。数学はケアレスミスが多くて結構失点が多かったって話をして、これはね本人の意識づけでやらないとダメだからって言って、まあでもそれでもなかなかよねっていう話で、3枚目4枚目はうんって最後ママ先生に言いました。ほんとびっくりしますよって言って先生に見せました。そしたら先生の反応めくりました。なるほどね。人間ってさびっくりしたこととかさ唖然とすることになったらさ本当言葉に出ないくなるってね、まさにそれだったよね。先生顔色一つ目一つ動かさず見てパキッて固まってママとあやさんね帰りの車の中でね結構笑ってましたけど、さあ体験学習の前のお話し合いでした。実際行ってみて通うとなったらどういけそうですか？いけそうだけど時間にルーズな性格が治らないとちょっとやばいなと思いました。確かにね塾の時間っていうのは何時から何時までって決められてるから、ちょっとでも遅れて入ると結局その分だけ授業が受けられないのね。お金払ってる分きっちりママは受けてほしいっていうのはあるから、10分ぐらい前に動いてほしいかなってちょっと思います。あともう一件言ってたじゃん別の塾も、返事来ました。でなんとそちらの塾の方はいきなり体験授業ができるそうで、そちらの方が
早そうです。そちらの塾 B っていう塾の方を先に体験して、その後に今ずっと話をしてた塾の方の体験学習4回行きます。塾に行くとなるとママが送迎することになるので、ママがその会議とか用事とかがない時じゃないと送っていけないので、そうなるとやっぱり行く曜日とか限られてきますね。はい、じゃあまた体験学習行った時など感想教えてください。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。今日のお昼はお姉ちゃんに作ってもらおうと思っています。何そのすぐなんでかって言ったら、この間ね、はやにね、どんな料理が下手な人でもパラパラチャーハンが作れるっていうのをお姉ちゃんが学校の日に。ちなみに体験学習は何を希望したんだったっけ。数。はい、4つ授業があって、英語が3コマで数学が1コマ。さあ、どの先生に当たるか楽しみですね。でも基本あやさん女の先生でお願いしてるからね。もう一個のところは何も聞かれなかった。なんかご希望ありますかとも聞かれなかったし、こちらから英語の授業を受けたいですと書いたけど、どうなるか